り解説。天才チャールズ・チャップリンの傑作映画ベスト10。今なお世界中が愛する喜劇王の奇跡。ねえマリサ、今回はチャールズ・チャップリンの特集なんだね。山高帽にステッキ、ちょびひげの面白い人っていうイメージだけど、どんな話が聞けるのかしら？おう、レイム。今回は天才チャールズ・チャップリンの傑作映画ベスト10をお届けするぜ。レイムの言う通り、彼は喜劇王として有名だが、実はそれだけじゃない。監督脚本主演はもちろん、音楽まで自分で作っちゃう完璧主義の映画作家だったんだ。だから彼の作品は、100年近く経った今でも世界中の人の心を掴んで離さないのさ。監督も音楽も、すごい才能ね。確かに、ただ面白いだけじゃなくて、何か特別な魅力があるってことなのかな？その通りだぜ。チャップリンの映画は、鋭い社会風刺や、人間のどうしようもない愛おしさが、笑いと涙の中に完璧に溶け込んでいる。だから今回は、そんな喜劇王の奇跡をたどりながら、数ある名作の中から厳選した10作品を、見どころや時代背景も交えてランキング形式でじっくり解説していくぜ。第10位。サーカス。1928年。さて、いよいよランキングの発表だぜ。栄えある。第10位にランクインしたのは、1928年公開のサイレント映画、サーカスだ。おー、パチパチパチ。サーカス、タイトルからして面白そうね。これはどんなお話なの？腹ペコの放浪者チャーリーが、ひょんなことから警察に追われ、サーカス一座に紛れ込むんだ。そこで意図せずドタバタ劇を繰り広げたもんだから、観客に大受け、団長に雇われて、一座の人気ピエロになるんだが、そこの美しい軽業師の娘さんに恋をしてしまうんだ。だけど彼女には別に好きな人がいてな。あらら、切ないわね。面白いだけじゃなくて、やっぱり哀愁があるのね。ああ、だがこの映画で語るべきは、なんといってもチャップリンの命がけのスタントだ。特に有名なのが、ライオンの檻に閉じ込められるシーン。CG なんてない時代だぜ。本物のライオンと同じ檻に入って、あのコミカルな動きをやってのけるんだから、まさに神業だ。本物なの。想像しただけで足がすくむわ。だろ？それから、見せ場の綱渡りのシーンもすごい。綱渡りの名手と間違えられて、命綱もつけずに綱の上へ。しかも、まとわりついてくる猿のせいでズボンまで脱げちゃうんだ。あのハラハラドキドキと笑いの融合は、まさにチャップリンの真骨頂だな。聞いた話だと、この映画の制作中はトラブル続きで、チャップリンは心身ともにボロボロだったって本当？よく知ってるな。セットの火事にフィルムの紛失、おまけに離婚問題まで抱えて、一時は制作中止の危機だったらしい。でも、そんな困難を乗り越えてこの傑作を完成させたんだ。その功績が認められて、第1回アカデミー賞で特別名誉賞を受賞しているんだぜ。ドタバタ喜劇の裏にある、彼の不屈の精神を感じられる一本だ。第9位。ニューヨークの王様。1957年。続く第9位は、チャップリン最後の主演作となった1957年の映画、ニューヨークの王様だ。ニューヨークの王様？なんだかモダンな響きね。これもやっぱり、放浪者チャーリーが活躍するお話なの？いや、今作で彼が演じるのは、革命によって国を追われたヨーロッパの小国の国王、イゴール・シャドフだ。彼は再起を図ってアメリカのニューヨークへやってくるんだが、そこで待っていたのは、彼が夢見ていた自由の国とは似ても似つかぬ現実だったんだ。自由の国じゃなかったの？一体どういうこと？この映画が作られた背景には、マッカーシズム、いわゆる赤狩りの嵐が吹き荒れていたことがある。チャップリン自身、共産主義者のレッテルを貼られて、事実上アメリカから追放されてしまった。この映画は、そんな彼がイギリスで撮った、アメリカ社会への痛烈な皮肉と怒りが込められた作品なんだぜ。チャップリンがアメリカを追放されてたなんて知らなかったわ。そんな状況で。ああ、だから作中の風刺もかなり辛辣だ。シャドフ王は、亡命先のニューヨークで全財産を騙し取られ、生活のためにテレビ CM に出演させられる。そこで無理やり笑顔を作らされたり、
整形手術を勧められたり、アメリカの商業主義をシニカルに描いているんだ。ホースで水をぶっかけられるシーンは、古典的なドタバタ喜劇に見せかけて、実は非米活動委員会の公聴会での仕打ちを皮肉ってるんだぜ。笑えるシーンの裏に、そんな痛烈なメッセージが隠されていたのね。その通りだ。特に、シャドフ王が共産主義者の疑いをかけられて指紋を採取されるシーンは、チャップリン自身の悔しさが滲み出ている。アメリカへの複雑な思いを抱えながらも、ユーモアで戦おうとした彼の、まさに戦いの映画と言える一本だな。第8位、殺人狂時代、1947年。さあ、どんどん行くぜ。第8位は、これまでのチャップリンのイメージを根底から覆す衝撃作、1947年公開、殺人狂時代だ。殺人狂。物騒なタイトルね。あのコミカルなチャップリンは一体どこへ行ったの？いい質問だ。この映画で彼は、トレードマークのちょびひげもダボダボのズボンも脱ぎ捨てて、全く別のキャラクターを演じている。主人公は、上品な口ひげを蓄えた紳士、アンリ・ベルブ。彼は元銀行員だが、失業を機に、あるビジネスを始めるんだ。ビジネス？どんな？金持ちで孤独な年配の女性に次々と求婚し、財産を奪った後で、殺害するんだ。そうやって稼いだ金で、愛する妻子との穏やかな生活を守っている、という役どころだぜ。愛する家族のために人を殺すなんて、むちゃくちゃじゃない。なんでそんな役を演じようと思ったのかしら？そこがこの映画の肝だ。この作品は、第二次世界大戦が終わった直後に作られた。チャップリンは、戦争という合法的な大量殺人が英雄的行為として称賛される一方で、生活のために一人を殺した人間が悪党として裁かれる社会の偽善を、痛烈に告発したかったんだ。なるほど。言われてみればそうね。個人の殺人と戦争での殺人は、本質的に何が違うのかってことか。その通りだ。劇中の裁判でベルブが言い放つ、一人殺せば悪党だが、100万人殺せば英雄だ。数が殺人を神聖化するというセリフは、映画史に残る名言だぜ。もちろん、ただ思いだけじゃない。ベルブが殺害を試みるんだけど、相手がやたらと運が良かったり、逆に元気になったりして、計画が全部裏目に出るんだ。その様子が、非常に皮肉でブラックな笑いを誘うんだぜ。第7位、パリの女性、1923年。第7位にランクインしたのは、1923年公開のパリの女性だ。これはチャップリンのフィルモグラフィの中でも、極めて異質で重要な作品なんだぜ。パリの女性。なんだかおしゃれなタイトルね。でも、確かにいつものチャップリン映画とは雰囲気が違う気がするわ。鋭いな、レイム。それもそのはず、この映画の最大の特徴は、なんとチャップリン自身が一切出演していないことなんだ。彼は今回、監督脚本制作に完全に徹している。つまり、放浪者が一切登場しない、初の長編監督作品なんだぜ。チャップリンが出てこないチャップリン映画なの？そんなのがあるんだ。じゃあ、一体どんなお話なの？これはドタバタ喜劇じゃない。人間の心の機微を緻密に描いた、シリアスな恋愛悲劇だ。田舎娘のマリーが、恋人との約束をすっぽかされたと勘違いして、一人パリへ向かう。そこで裕福な紳士の愛人になるんだが、数年後、かつての恋人と再会してしまい、運命の歯車が狂い始める。という、やるせない物語なんだ。うわぁ。切ないわね。どうして彼は、自分のお箱である喜劇を封印してまで、そんなシリアスなドラマを？彼は、喜劇王という世間のイメージだけでなく、自分は人間の内面を描ける真の映画作家であることを証明したかったんだ。この作品で彼は、登場人物のふとした視線の動きや、ドアの閉め方一つで、言葉以上に雄弁に感情を語らせるという、革新的な演出を見せた。この心理的リアリズムの手法は、当時の映画界に衝撃を与えたんだぜ。でも、チャップリンのコメディを期待してたお客さんは、がっかりしなかったの？その通りだ。興行的には残念ながら失敗に終わった。だが、
その芸術性は高く評価され、世界中の映画監督に多大な影響を与えたんだ。チャップリンの新たな挑戦と、映画史におけるその重要性から、堂々の7位にランクインだ。第6位、キッド、1921年。トップ10もいよいよ中盤戦だ。第6位は、チャップリン初の長編作品にして、映画史に輝く不朽の名作、1921年公開、キッドだぜ。きっと、チャップリンと小さい男の子がコンビを組む、あの可愛らしい映画よね。これは有名なんじゃない？ああ、チャップリンの代表作の一つだな。物語は、放浪者チャーリーが捨て子の赤ちゃんを拾うところから始まる。最初は厄介払いしようとするんだが、結局見捨てられず、自分の子として育てるんだ。貧しい放浪者なのに、自分と同じ境遇の子を見捨てられなかったのね。なんだかチャーリーらしいわ。5年後、少年ジョンとチャーリーは息の合ったコンビになってる。ジョンが近所の家の窓ガラスを割り、そこにガラス屋のチャーリーが偶然通りかかって修理する。このあうんの呼吸で日銭を稼ぐ様子が、コミカルで面白いんだぜ。ふふ。悪いことだけど、なんだか微笑ましいわね。でも、そんな生活がずっと続くわけじゃないんでしょう？その通りだ。ある日、二人が本当の親子じゃないことが役所にバレて、ジョンは孤児院のトラックで無理やり連れて行かれちまう。泣き叫ぶジョンを追いかけて、屋根の上を必死に走り回るチャーリーの姿は、涙なしには見られないぜ。想像しただけで泣けてくるわ。微笑みと、おそらくは一粒の涙の映画っていう冒頭の言葉通りの展開なのね。まさにそれだ。この作品は、チャップリンが自身の幼くして亡くした長男への思いを込めて作ったと言われている。だからこそ、単なるドタバタ喜劇じゃない。血のつながりを超えた親子の愛情を描いた感動的な傑作になったんだ。チャップリン映画の笑いと涙の黄金比は、この作品で完成したと言っても過言じゃないぜ。第5位、黄金鏡時代、1925年。さあ、いよいよベスト5に突入だ。第5位は、チャップリン自身がこの作品で記憶されたいと語ったという、1925年公開の大傑作、黄金鏡時代だぜ。黄金鏡時代一攫千金を狙うお話かしら？なんだか景気がいいタイトルね。その通り、今回は放浪者チャーリーが、ゴールドラッシュに沸くアラスカの雪山で金鉱を掘り当てようと奮闘する。だが、そこで彼を待ち受けていたのは、猛吹雪と飢えとの壮絶な戦いだったんだ。うわぁ、いきなりサバイバルね。食べるものもなくなっちゃうのかしら？その上から、この映画を象徴する伝説的なシーンが生まれた。まず、空腹のあまり自分の革靴を鍋で煮込んで食べるシーンだ。靴紐をパスタのように、靴底の釘を骨のようにしゃぶり、まるでごちそうのように味わうんだ。悲壮な状況のはずなのに、なぜかおかしくてたまらないんだぜ。自分の靴を、想像もつかないわ。でも、なんだかチャップリンらしいわね。だろ？さらに、上で幻覚を見始めた同居人が、チャーリーのことを巨大な鶏だと思い込んで襲いかかってくるシーンも有名だ。笑いと恐怖が紙一重の、まさに狂気の沙汰だな。そして、ロマンスもある。酒場の踊り子ジョージアに恋をしたチャーリーが、彼女をもてなすために披露するパンのダンス。フォークに刺した二つのパンを足に見立てて踊らせるんだが、これが本当にキュートで、彼のパントマイムの天才っぷりが炸裂しているんだ。紳士的なチャーリーが、不器用ながらも必死に愛情を表現するところが、いつも胸を打つのよね。喜劇、悲劇、サスペンス、ロマンス、映画のあらゆる要素を詰め込みながら、最高水準でまとめ上げた奇跡のような一本だ。チャップリンの代表作は数あれど、これを最高傑作に推すファンが多いのも納得だぜ。第4位、独裁者、1940年。いよいよ第4位。これは映画という表現が持つ力を、歴史に刻みつけた不滅の傑作だ。1940年公開、チャップリン初の完全トーキー作品、独裁者だぜ。独裁者、タイトルからしてすごいわね。しかもチャップリンが喋る映画なのね。ああ、そして彼が初めて選んだ声は、痛烈な社会風刺と平和への祈りだった。この映画でチャップリンは一人二役を演じている。
一人は、記憶を失ったユダヤ人のとこや。これはいつもの放浪者チャーリーの面影がある。そしてもう一人が、世界征服を企む独裁者ヒンケルだ。ヒンケルって、明らかに誰かをモデルにしてるわよね。ちょびひげも同じだし。言うまでもなく、ナチスドイツのアドルフ・ヒトラーだ。この映画が作られたのは、まだアメリカが第二次世界大戦に参戦する前だぜ。そんな状況で、ヒトラーをここまであからさまに、そして徹底的にコケにしたんだ。その勇気は計り知れない。すごい。具体的にはどんな風に皮肉ってるの？ヒンケルが地球儀の風船を手に、まるでバレリーナのように踊りながら世界征服の無双にふけるシーンはあまりにも有名だ。権力者の愚かさを見事に描き出している。だが、映画のラスト、ひょんなことからヒンケルに間違えられた床屋が、大観衆の前で演説をするんだ。どうなっちゃうの？そこで彼は、独裁者としてではなく、一人の人間として、約6分間にわたって平和と自由、人間の尊厳を訴える。これは役柄を超えた、チャップリン自身の魂の叫びだ。笑いを武器に、世界で最も危険な独裁者にたった一人で立ち向かった。彼の最高傑作の一つと言っていいだろう。第3位、ライムライト、1952年。第3位は、チャップリンの芸人人生の集大成であり、最も円熟した魂の傑作との呼び声も高い、1952年公開のライムライトだぜ。ライムライト。舞台の照明のことよね。なんだか、これまでの作品とはまた違った趣を感じるタイトルだわ。その名の通り、これは舞台に生きた芸人の栄光と終焉を描いた物語だ。主人公は、かつては一世を風靡したものの、今や落ちぶれて酒に溺れる老芸人カルベロ。彼は、人生に絶望して自殺を図った若きバレリーナテリーを助けるんだ。老いた芸人と、未来ある若きバレリーナ。対照的な二人ね。ああ、カルベロは、自身の芸人としての哲学と人生経験を総動員して、心を閉ざしたテリーを励まし、再び舞台に立つ勇気を与える。彼の言葉一つ一つが、重くて、温かいんだ。人生に必要なのは、勇気と想像力と、ほんの少しのお金というセリフは特に有名だな。なんだか、チャップリン自身の言葉のようにも聞こえるわね。彼も色々と苦労してきた人だもの。まさにその通りだ。この作品は、チャップリンの自伝的要素が最も色濃く反映されていると言われている。そして見どころは、サイレント喜劇時代のもう一人の巨人、バスター・キートンとの、映画史上初で最後となった奇跡の共演シーンだ。二人の老芸人が披露する舞台は、笑えるのに、どうしようもなく切ないんだぜ。それは豪華ね。でも、なんだか悲しい結末を予感させるわ。テリーが再びスターとして輝く一方、カルベロは舞台の袖で静かに息を引き取る。芸人として、すべてを次世代に託して生涯の幕を閉じるんだ。チャップリンの芸術と人生哲学が凝縮された、涙なくしては見られない感動作だぜ。第2位、モダンタイムス、1936年。ついに来たぜ、第2位。チャップリンのサイレント喜劇、その最後の輝きにして、社会風刺映画の金字塔、1936年公開、モダンタイムスだ。モダンタイムス、聞いたことあるわ。工場の歯車に巻き込まれる、あの有名なシーンの映画よね。その通り、この作品でチャーリーは、巨大な工場で働く労働者だ。彼はベルトコンベアを流れるネジをひたすら締め続ける。その反復作業のせいで、目にするものすべてをスパナで締めようとする神経衰弱に陥ってしまうんだ。この姿が、機械文明に人間性が蝕まれていく様を見事に表現している。なんだか笑えるけど、今の時代にも通じる、ちょっと怖い話でもあるわね。そうなんだ。これは単なるコメディじゃない。大恐慌時代のアメリカを背景に、資本主義や機械化社会がもたらす矛盾を痛烈に批判した、社会派ドラマでもあるんだぜ。彼は工場をクビになった後、ひょんなことから少女、ポーレットと出会い、二人で貧しいながらも必死に生き抜こうとする。あの子ね、とても可愛らしくて、たくましい女の子。チャーリーとのコンビがすごく良かったのを覚えてるわ。
二人がデパートでローラースケートをしたり、ウェイターとしてドタバタ劇を繰り広げたりするシーンは最高に面白いよな。特に、チャーリーが即興のデタラメな歌を披露するシーンは、彼が初めて肉声を発した歴史的な瞬間だぜ。そして、すべてを失った二人が、それでも希望を捨てずに朝日の中を歩いていくラストシーン。くよくよするな。なんとかなるさ、という言葉とともに、映画史に残る名場面だ。あのラストは本当に感動的よね。どんなに辛くても、二人でいれば大丈夫だって思えるもの。笑いと社会風刺、そして逆境の中でも失われない人間愛と希望。チャップリン映画のエッセンスが完璧に詰まった一本だ。文句なしの第2位だぜ。第1位、街の日、1931年。長かったランキングも、ついにこの時が来たぜ。数あるチャップリンの傑作、その全てを超えて頂点に輝く、映画史上最高のラブストーリー。堂々の第1位は、1931年公開、街の日だ。ついに第1位、街の日。これこそチャップリンの最高傑作だっていう人が本当に多いわよね。思い出しただけでもう泣きそうよ。だろうな。物語は、しがない放浪者チャーリーが、街角で花を売る盲目の少女と出会うところから始まる。車のドアが閉まる音と、チャーリーが買った花のお金。この偶然が重なって、少女は彼を親切なお金持ちの紳士だと勘違いしてしまうんだ。その優しい誤解を、チャーリーは解こうとしないのよね。彼女のささやかな夢を壊したくなくて。ああ、彼はその日から、彼女の紳士であり続けるために必死に奮闘する。彼女の目の手術代を稼ぐため、無謀なボクシングの試合に出場したり、必死で働いたりな。その姿が本当にけなげで、笑えるのに涙を誘うんだぜ。お金は、ちゃんと手に入ったの？なんとか大金を手にするんだが、運命のいたずらか、強盗だと間違われて刑務所に入れられてしまう。そして数年後、みすぼらしい姿で出所したチャーリーが、再び彼女の前に現れるんだ。ついに、あのラストシーンね。ああ、手術が成功して目が見えるようになった彼女は、立派な花屋の店主になっている。彼女はまだ、恩人がどんな顔をしているのか知らない。そして、店の前を通った哀れな放浪者、チャーリーに、施しとして一輪の花とコインを渡すんだ。その手が触れた瞬間、彼女は全てを悟る。あなたでしたのねと問いかける彼女に、チャーリーはただ、はにかむように微笑むだけだ。映画史上で、これほど切なくて、温かいラストシーンが他にあるか？いや、ない。文句なしの、不滅の第一位だぜ。総評、まとめ。というわけで、チャップリン映画ベスト10、楽しんでもらえたかな？笑いあり、涙あり、社会風刺ありのてんこ盛りだったな。本当にすごかったわ。ただ面白いだけじゃなくて、その裏にある強いメッセージや、人間の深い愛情に何度も胸を打たれたわ。100年近く前の作品なのに、少しも古さを感じさせないのが不思議ね。それこそがチャップリンの偉大さだぜ。彼はいつの時代も、権力に屈しない小さな人々の味方だった。笑いを武器に、愛と希望、そして人間の尊厳を訴え続けたんだ。単なる喜劇王じゃない。時代を超えた、最高の映画作家なんだぜ。今回のランキングで、チャップリンの魅力がもっとたくさんの人に伝わるといいわね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。